劇場版名探偵コナン。蘭と新一の恋模様と反応集。単行本94巻まで、劇場版名探偵コナンのネタバレあり。私、新一が大好き。コナンに新一が好きなのかと聞かれ、笑顔で新一の好きなところを語る。単行本1巻、アニメ第2話。首飛んで帰り血浴びて泣いてるのを、置いていったあいつのことをそんないい顔で。ほんと、新一大切にしろよ。蘭23年間も片思い、だと思ってた。新一の胸中や遺憾に。だよね。情緒不安定すぎて、こないだ見た時に泣いた。首飛び見た後にこの笑顔は強すぎる。お前に泣かれると、俺が困るんだよ。新一の彼女だという陽子の嘘を完全に信じて、泣いている蘭に対し、かけた一言。単行本8巻、アニメ第10話。嫉妬で狂っている蘭が、ドアごと犯人を蹴り倒したのさすがすぎる。これが見栄でもはったりでも、冗談でも誇張でもないのが立ち悪いですね。毛利蘭が泣くと心底困るくせに、泣いてる蘭ちゃんに何の説明もせずに、待ってて。だけを、言い募る工藤新一とてもいい。身勝手で純粋な恋心。この後の博士のフォローのセリフもナイスで好き。これ新一は陽子の嘘だって言わないんだよね。陽子に対する優しさだけど、否定してあげてもよかったのに。蘭のことぐらい、声聞けわかるさ。電話だけで様子がわかるのはおかしい。近くで見ているんだ。という蘭に対して新一がかけた言葉。単行本10巻、アニメ第48、49話。かっこつけやがって。って思うけど、実際めっちゃかっこいいよ。めっちゃいいシーンなのに、新一の耳のデカさが気になる。覗き間にされたくなくてついただけの嘘のくせに、かっこよすぎるわ。これですぐに納得しちゃう、平次もピュア可愛い。新一現れた瞬間に、コナンのこと探すのやめちゃうの、寂しい。赤い糸は、新一と繋がってるかもしれないでしょ。好きな色である、赤色のコードを切らなかった理由。時計仕掛けの摩天楼。丁寧に貼られた、赤色の伏線、アニメであることを活かしたモノクロ演出。からの赤色を切らなかった理由、全部が好きすぎる。これの前のドア越し、死ぬ時は一緒だぜ。もあいだなぁ、赤い糸繋がってるわ。唯一の連絡手段であるお互いの携帯の色で、演出してるのがさ、それも新一のプレゼントで。てか好きな色だから絶対赤色着るわ。ワクワク。って犯人の考え、浅はかすぎん。そんなことないやろ。俺、小さい頃から気になってるのがいるんすよ。浅見先輩に告白された新一が、断るシーン。単行本18巻、アニメ第100、101話。気が強くて、意地っ張りで、そのくせ涙もろい。妙竹林が。って聞いて。誰のことかわからないけど、誰その女って嫉妬には走らないんだね。陽子の時は嫉妬の鬼になったけど、これは過去の話で割り切れるの大人だな。浅見先輩がレモンパイを作って、新一を好きになっていく流れ少女漫画やん。新一ってまさか人に告白されるたびに、蘭に対する愛を語っていたってこと？おめえのブラジャー見せてくれ。狂気を思いつき、ブラジャーにワイヤーが入っているか知りたくて、蘭に質問したシーン。単行本21巻、アニメ第162話。幼馴染に対して、おめえのブラジャー見せてくれ。という、セリフを吐いた直後に、ちょうどヤ顔を披露する男、工藤新一。距離感近すぎるがゆえのバグ。見せなくても、ワイヤー入ってるか聞くだけでいいのに。下心が出て、つい余計な一言、本音、が出ちゃったんですかね。半分くらい、個人的な欲望が入ってるよな。寝言で蘭が言って、小五郎が本気で焦る流れまで大好き。好きだからだよ。おめえのことが好きだからだよ。この地球上の誰よりも。記憶をなくした蘭に、どうして自分をこんなに守ってくれるのか。と聞かれた、コナンの答え。瞳の中の暗殺者。守る理由に対する、100点満点の答え。おめえ、って言われたらムカつくけど、新一ならもういいか。これ小五郎と同じセリフだったから、記憶戻った後もうまくごまかせたけど。同じセリフじゃなかったらコナンとして、大告白したことになるけど、どうするつもりだったんだろう。小五郎と全く同じ思考回路なのは、正直、普通に恥ずかしい。人が人を助ける理由に、論理的な理由は存在しねえだろ。蘭がはっきりと、新一を恋愛対象として、好きだと気がついたきっかけ。単行本34、35巻、アニメ第286から288話。わけなんているのかよの悲しい感じの表情が、好きすぎる。後に、小五郎の事務所に爆弾男が来た時、外から警察に犯人を撃ってもらって助かろうって提案する。セラちゃんに、新一なら誰も死なせたりしないから。絶対。って強い表情で言うんだよね。胸熱。この時までは別に、恋愛感情として好きなわけじゃなかったってことだよね。新一どんまい。
この後、赤いの連れのジャンパーに、FBI って書いてたことまで思い出すけど、思い出し能力異常じゃない？私は好きだよ。新一。飛行機の操縦を蘭がすることになり、新一に不安と思いを吐露するシーン。筋力のマジシャン。初めて蘭ちゃんが、自分から好きだって言ったねー。勇気出したねー。飛行機操縦することで、勇気の出力バグって、言いやすくなったのかな。映画の前半で、その子に、好きなら好きって、言えばいいじゃないってけしかけられて。そんなんじゃないって否定してたのも、いい前振りだよな。最後、きっとだったって思い込んで、セーフ。ギリギリセーフ。ってはしゃぐらん姉ちゃんかわいい。おめえは厄介な難事件なんだよ。たとえ俺がホームズでも、解くのは無理だろうぜ。好きな女の心を、正確に読み取るなんてことはな。探偵なら私の心ぐらい、推理しなさいよ。と蘭に言われ、ついに新一が思いを伝える。単行本71、72巻、アニメ第616から621は、ロンドンのビッグベンの前ってのが、最大限にオシャレすぎる。ロンドンだし、ホームズの例えが最高に生えてくるよな。この二人の告白場所で、これ以上の場所はない。この後平次と、女の気持ちはわからないほど、解きたくなるのが探偵だ。って話してたけど、この例え、探偵内での恋バナ鉄板ネタなんかな。蘭は知らねえだろうな。最初に出会った、あの日から、おめえのその笑顔に、ぞっこんだったってことを。実は初対面の際に、蘭に一目惚れしていた新一。単行本87巻、アニメ第853、854は、昔、白鳥警部にぞっこんだな、って思っているコナンを見て、古風な言葉使うなって思ってたけど、コナンの中で、好きな気持ちを表す、最大級の言葉だったのかな。新一は3歳から13年間、ずっとぞっこんなのか。蘭は高1、16歳、の時に意識したから。13年間片思いか。よかったね実って。蘭姉ちゃん恋愛的には、好きじゃなかった男に対して、あざとすぎん。これが私の返事。これじゃダメ。かな告白したことを忘れているのか。と拗ねている新一に、蘭がほっぺにキスを。単行本94、95巻、アニメ第927、928は、ダメじゃない。でも、言葉でも言ってほしいと思います。人前でイチャイチャしちゃって、若い子はいいねー。使う時があれば使いたい。そんな日は来ないけど。告白が2011年発売の72巻で、返事が95巻の2018年。7年もよく待ったよ、新一。薬が切れるタイミング毎回絶妙すぎるけど、事前に煙で知らせてくれるのは、親切設計だよな。バーロ。付き合ってるに決まってるだろ？蘭から、私たち、付き合ってるってことでいいんだよね？と。メールで聞かれ、喜びながら返信をするコナン。単行本95巻、アニメ第942話。件名がバーロなのが最高にダサいけど、それが新一のいいところだよな。ここは、バーローにしないこだわりが気になる。君たちが正式にカップルになるまで、24年かかりました。蘭からこの確認メールするの、勇気いっただろうな。経験ないからわからんが。メールしながらベッドでゴロゴロする蘭が女子高生。って感じがしていい。以上。皆さんはどのエピソードが好きでしたか？正式にカップルとなった二人の、今後の様子が楽しみですね。新一に触発された、平次の告白にも注目したいです。色々な人気漫画の考察、反応集を投稿していくので、よかったら高評価、チャンネル登録お願いします。